電球住職三木大雲です。本日も怪談説法を始めさせていただきます。以前ちょっと他の動画で、お話ししたかもしれませんけれども、嫌なことが重なるってことありますね。これ私もそうなんですけれども、たまたま怪我をした。で、たまたまちょっとコップ終わっちゃった。で、たまたま他にも嫌なことがあった。これしんどいことが重なることっていうのは比較的よくあることですね。ところがですね、この嫌なことが重なった時に、あれ？もしかしてこれって何か目に見えないものが自分に影響してるんではないかな。そうよく気にされる方がおられるんです。今回そういった霊の仕業かどうなのかなっていうようなことを気にされてる方からの、ご相談だったんですけれども、この方っていうのがですね、一軒家に住んでられて、家族で幸せに暮らしてられた。ところがある時、子供さんが、小学生なんですけれども、学校でちょっと怪我をしてしまうんですね。で、そこまで大きな怪我ではなかったそうなんですけれども、ちょっとすりむいて血が出ちゃった。で、学校の先生からもご連絡いただいて、ああ、そうか、そんなことがあったの。それはそれでその日は終わったんですけれども、次の日になって、ご主人もまたちょっと怪我されたそうなんですね。で、これは会社で、重い荷物を持っててちょっとつまずいちゃって、で、それも膝がちょっと怪我した。なんか続くな。そう思ってる時に、この奥さんが洗い物をしてると、パッと手が滑って、お皿が割れたそうなんですね。なんとなくお皿が割れるっていうのは縁起が悪い。そう思ったこの奥さんは、もしかすると、霊の仕業かもしれない。こう思われたそうなんです。それで友人の方に少し霊感の強いと言われる方がおられるので、その人に相談に行かれたそうなんですね。そうしますと、その方が、なんかちょっと悪いものが見える。もしかすると、あなたこの先大変なことがもっと起こるかもしれない。もっともっと怖いことが続くかもしれないよ。そう言われたそうなんですね。で、ちょっとそうなのかな。半信半疑のまま家へ帰ろうと思ったら、ちょうど雨が降ってきたそうなんです。雨が降ってきた。あれ？傘を持ってない。天気予報では今日雨が降らない予報だったのに、急に降ってきた。なんか不思議な感じがしたそうなんです。慌ててタクシーを取ろうとするんですけれども、なかなか空車がない。あれ？いつもなら空車すぐ取れるのにな。もしかすると何か霊が邪魔してるのかもしれない。だんだんそう思われたそうなんです。で、家へ帰られて、ご家族に相談されたそうなんですけれども、ご主人は、いやいや、そんな霊がなんでお前にそんな苦しい思いをさすの？何の霊なの？で、もし霊がそんな人を不幸にするならもっと違う方向で出るんじゃないとか、いろいろ、あまり信じていただけなかったそうなんですね。そこでこの奥様は、また知り合いの方を通じて、いわゆる霊能力者と呼ばれる方のところへ行って、ちゃんと見ていただいたそうなんです。そうしますとその方が、うわー、あなた大変ですよ。不幸がまたさらに続きますよ。もしこの不幸から脱するためには、今から私のご祈祷を受けなければあなたは助かりませんよ。そんなことを言われたそうなんですね。で、もしご祈祷を受けなかったらどうなるんですか？そう言うと、いや、あなただけではなくてあなたの家族、もしかするとあなたの両親にまで怖い思いをさすことになりますよ。そんなことを言われたそうなんです。だんだんそう言われると怖くなってきた。じゃあ、お払いお願いします。そう言われると、わかりました。私のお払いは100万円です。ものすごい値段言われたそうなんです。で、いや、ちょっと100万円は払えないんですけれども、そう言うと、じゃあいいです、帰っていただいて。そんなことを言われた。でも女性は怖いですから、いや、わかりました。じゃあ、ちょっと分割で払っていくっていう形でもいいですかって言うと、分割でもいいですよ。その代わり、年内には必ず払ってくださいね。そう言われたそうなんです。で、次の日、ご主人にはちょっと内緒でですね、もう一度行ってお払いを受けられたそうなんです。よかった、これで何も起こらないですか？そう言うと、もうこれで安心やから、早く年内にお金払ってや。そんなことを言われたそうなんですね。で、家へ帰られて、これで安心だなと思ってたんですけれども、玄関を開けるときに、ちょっと横にガラガラっと引き戸だったそうなんですけれども、ここがちょっと引っかかってたのか、なかなか開かなかった、ガッてやったときに、
爪が少し剥がれたそうなんです。いた！爪から血が出てきた。あれ？もしかするとちゃんとまだ払えてないのではないかな。そう思いながらも、今日お払いしてもらったところだから、もしかすると効果がすぐには出ないのかな。いろんなことを考えながらも、その日、家族で過ごして寝られたそうなんですね。そして次の日になって、ちょうど表出ると、この霊能者の方が家まで見に来られたそうなんです。そしてこうおっしゃるんですね。あなたね、なんか悪い霊がまた家の中に入っていったよ。こう言われたそうなんです。余計にまた気になって、そうですか。じゃあもう一度また私ご祈祷受けなくちゃいけませんか。そう言うと、もしかするともう一回受けなくちゃいけないな。そう言われたので、さすがに金額が大きいので、一度ご主人に相談しようと思って相談されたら、非常にご主人に怒られた。お前なんてことをするんだ。100万円という高額を年内に払う、何を考えてるんや。ましてやもう一度受けようなんて、そんなこと考えるのはおかしい。非常に怒られたそうなんですね。で、ごめんなさい、ごめんなさい。そう言いながらも、なんとなく悪い霊が家に入ってきたって聞いてますからね。なんかちょっと怖くなってた。そうすると、たまたままた家出た時にご近所さんが、最近なんかお宅におばあさんが入っていかれましたけど、お母さんが誰かお呼びになったんですか？そう言われたそうなんです。いえいえ、そんな、私家族だけでおばあさんとかいませんけど。そう言うと、そうですか。そう言われた。これがまた気になってですね、ご近所さんにいろいろと他にも見た人はいないか聞き回ったそうなんです。そうしますと、ある方が、そういえばね、なんか派手な押し車を押したおばあさんが、押し車を押しながらずっとあなたの家に入っていかれたのを一度見たことがありますよ。そういう方が現れたそうなんです。それで余計に怖くなって、またこのお祓いをしてくれる霊能者のところに行ってその話をしたら、間違いなくあなたね、おばあさんの霊に乗り移られて、今だから不幸がまた来るから早いうちに私のお祓いを受けなさい。そう説明されたそうなんです。でもさすがに金額が大きいので、もう一度その話をご主人にしてみたら、やはり同じように叱られた。どうしようどうしよう、おばあさんは誰なのかな。だんだん怖くなってきて、実家のお母さんにお金を借りてでもやはりお祓いをした方がいいかなと思って実家に行って自分の母親に相談されたそうなんです。そうすると、押し車を押したおばあさん、誰やろうね。もしかするとあなたのおばあちゃんかなって言って、おばあさんのお姿を見たことがなかったので、お母さんからアルバムを見せてもらったそうなんです。そうすると派手な押し車を押したおばあさんの写真がそこにあった。お母さんこの写真借りていいって言って、すぐに近所のその押し車を押したおばあさんを見たという方のところに店に行くと、このおばあさん、このおばあさん一緒に住んでるんでしょ。そう言われたそうなんです。もちろん随分前にお亡くなりになってますから、そんなわけはない。もしかすると孫の私のことがなんか恨めしくって出てきて私を苦しめてるのかな。そう思ってもう一度お母さんにどんなおばあさんだったかをお話を聞くと、このおばあさんというのがですね、もう一言で表すと見返りを求めない人だった。何事も見返りを求めない。もう自分がどんなに苦しくても一切の見返りを求めない人だったよ。そう教えてもらったそうなんです。そこでこの女性、あれと思うんですね。そんな見返りを求めないようなおばあさんが私たちのことを怪我をさしたり、なんか邪魔をするようなことをするかな。そこで少しおかしいなと思われて、私のところにご相談に来てくださいました。で、私このお話を聞いてですね、すぐに思ったのは、まずたまたま嫌なことが続くことっていうのは世の中よくよくあります。で、これが霊のせいなのかどうなのかっていうことは、実は私たちにとってそれほど大きな問題ではないんですよね。で、このおばあさん、見返りを求めぬ人だった。実の娘さんが言うくらいですから間違いないと思うんです。このおばあさんはもしかすると、そんなものにお金を使わなくていいよ。そんな大金を使ってあの人にお祓いしてもらうのは間違ってるよということを言いに来られたんではないでしょうかという話を私させていただいたんですね。それでもそうですか。でも三木住職一応、お経をあげてくださいとおっしゃるので、私の方でもお経をあげさせていただいて、帰られましてから
夜になって私のところにその女性からまたお電話いただきましてね、三木住職、やはり三木住職のおっしゃる通りでした。どういうことですかっていうと、実は私のご祈祷を受けた後、家族で食事に行かれて家へ帰る。少し夜になって、夜遅くになって家へ帰ろうとすると、玄関のところに押し車を押したおばあさんがおられたそうなんです。思わず写真のおばあさんだったんで、おばあちゃん、思わず声が出たそうなんですね。そうするとおばあちゃんがニコニコしながら、何事も安心しながら暮らしなさい。そうおっしゃって、ふっと消えられたそうなんです。この何事も安心しながら暮らしなさい。なんとなく文章がおかしいような気もしますけれども、それを聞いたこの女性は、ああ、そうか。私が不安だと思って生活してるけれども、そんなことは世の中にはあまりないんだな。取り越し苦労と言いますかね。実はあまり自分は不幸のどん底にいる。これから未来が怖いと思ってたけれども、決してそんなことはないんだということを、その時なんとなく感じたそうなんです。それ以来、ご家族の方でも、ご主人とちょっとこの一件で、いろいろと、揉めてられたそうですけれども、それも解消して、お子さんも今は、元気に生活されているということなんですね。このお話をしますとね、なんとなくご祈祷されてる方とか、私ももちろんお坊さんでしてますけども、霊能者名乗ってご祈祷されてる、お祓いをされてる方なんかが悪者のように今回ちょっと映ったかもしれませんけど、決して否定するものではないんですけれども、そこに寄りすぎてはいけませんよということを知っていただきたいんですね。私もご祈祷を皆さんさせていただいて、じゃあ私のご祈祷を受けた人が皆さん幸せになるかっていうと、私のご祈祷を受けただけでは幸せっていうことはなかなかつかめないんです。じゃあどうやって幸せになるかというお話を少しさせていただきますと、私たちは幸せっていうものをどんどん作ろうとしますね。自分の欲を叶えていこう。車が欲しかったらお金を貯めて車を買おう、家を買おう。もちろん努力をすることはいいことなんですけれども、どんどんと過剰に行き過ぎるとずっと自分の欲しいものが手に入らない苦しい世の中になってしまうんですね。で、そうではなくって、私たちは幸せを作ろうとするのではなく、どんな状況下であっても幸せだなと思える心を作ることが大切なんですね。ですからこのおばあさんの少しお話を、お聞きしますと、この押し車のおばあちゃん、戦後に生まれて物のない時代に育たれたそうです。でも、今日も一杯の水を飲めたな、一つおにぎりを食べられたな、それで幸福に生きてこられたそうなんですね。ですから一切見返りを求めることなく、今自分がここにいさせていただく、太陽が今日は太陽の光があったかいな、ただそれだけで今日一日が幸せで過ごせたんだ、そんなことを言うおばあさんだったそうなんです。私たちもこれは見習わなくちゃいけませんね。現代物が溢れて、あれがないこれがない、あの人は持ってるけど私にはないから欲しいなと思ってしまったり、どんどん贅沢をして欲を叶えていって満足しているように見えますが、実はそれはいつまで経っても満足というところにはいかないんですね。そんなことよりも、私は持っていないけど周りの人は持ってられる。それで良かったなと思える自分の精神を作ることこそが、幸せにたどり着く道なんですね。私もゴミ拾いをね、よくして歩いてるんですけれども、ゴミを拾ってるとたまに、おいこれもゴミ捨てといてくれ、私に向かってゴミを捨てる人がいる。でここで腹が立つ人いますね。なんやゴミ拾いしてるからってゴミを捨てやがってって思う方おられるかもしれませんけど、私は違うんですね。いただいていいんですか、そのゴミ。これを拾うと私の功徳になりますけど大丈夫ですか。あなた私に功徳くださるんですか。だからなんとなくゴミを捨てといてくれって言われると、ありがとうございますって言ってゴミを拾わせていただくんですけれども、そういった世の中になってくると、もしかすると不幸な方っていうのは少なくなるんではないかな。今回はそんなお話でございました。本日もどうもありがとうございました。